格闘キャストへようこそ。僕の名前はナオトです。シンです。今日は本当に特別なゲストが来てるんです。来てるっていうか、もうズームからの対談なんですけれども、沿線井上さん、MMA パイオニア、レジェンドで、現在、ザリオ剛選手のトレーナーとして活躍してます。はい。で、最近のライゼンで、ズダリオ選手の試合後にちょっと事件があって、ありましたね。ありました。で、格闘、まあ、格闘技をカバーしてる YouTube チャンネルはもうみんなこれについて自分の意見を語っているんです。はい。で、まあ、かなり強く熱く語ってるチャンネルもいくつかありました。はい。ただ、僕たちは映像を見て、配信を見て、はい、それを見て自分のなんか意見を語ってるので、その映像カメラが撮ってないシーンもたくさんあります。もちろん。もちろんです。で、その上に声とかも聞こえないです。はい。ね。お互い喋ってるのもやっぱりカメラで聞こえないですね。だから、やっぱり、なんかフルのストーリーは知らないと言っても間違ってないと思います。そうですね。まあ、多くて 60% くらいなんじゃないですか。多くてもね。で、まあ、すごい熱く語ってるチャンネルとかもあるじゃないですか。で、すごい強い意見で言うなら、まあ 60% はちょっと足りないんじゃないか。そうですね。で、僕はやっぱり全部知りたいです。フルストーリーが知りたいです。フルストーリー知りたいです。で、やっぱりフルストーリーが知りたい上に、やっぱりちょっとフェアでもないと思います。だから今日は本当に、特別ゲスト、沿線井上さんに、自分のサイド、自分のストーリーを語ってほしいと思って、お呼びしました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕たちは、まあ、みんなと同じように映像しか見てないので、沿線井上さんのサイドとしては、まあ、どう見てましたかっていうか、どんな状態でしたか？まあね、これ、完全に説明するとしたらね、一番最初が始まりは、私はズダリオ氏に対しての育ち。今までは、まあ、最近ね、もうスポーツになってて、格闘技がみんなポイントで勝ったり、殺されるの気持ちで、少なくなっちゃう選手がね。はい。で、やっぱり素晴らしいのは、そこまで命張っていく選手がやっぱり迫力と違うし、やっぱりドキドキは違うから、今まで私、ズダリオさんが育ってる時に、もう殺すか殺される。自分が早く殺さないと相手が殺されるよとか、あと、勝って終わりじゃなくて、まだ生きてるなら、自分は仕事終わってないよ。で、もう一つの育ちは、自分の仕事は相手倒す。それだけ集中して、審判がいるから、セコンドもタオル持ってるから、そっちの方が、やっぱり安全、相手の安全さがあなたの責任じゃないよ。みたいな育ちね。はい。だから、まあ、いろんな人の意見も聞いて、やっぱりスポーツとして見ると、なんで止めないの？なんで審判引っ張ってるの？なんでスイッチオフできないとかね。まあ、スポーツ選手だったらもう簡単にできると思うけど、俺も、同じような選手だったから、やっぱりね、死ぬつもりで行くと、横になってる相手、やっぱり殺しに来てるやつだから、まあ、認識なくなったっぽいけど、起き上がっちゃうで、またやらなくちゃいけない可能性あるから、まあ、審判止めなければ、じゃあまだ、相手が起き上がれるじゃないと感じで、やっぱり審判がもう引っ張らないといかなくちゃいけないね。だから、それが一つの、まあ、一番説明したかったのは育ちね、考え方。だから、まあ、武蔵とか、そういうね、まあ、確か俺が賛成するよ。剛はもっと早く止めればよかった。まあ、まだ23歳だし、
緊張感、怖さもあった。やっぱりフィアがあると難しいよね。だからその若さとか色勉強も、勉強今からやってるから、彼がまだまだそれ、もっと根性を抑えることも強くならないとダメです。それはもう最初から認めます。それは彼が悪かった。もっと強くならないとダメ、それ。だから、オフとオンの気持ちが、やっぱり強くなると、景気になると、年取ると、もう大人になると、良くなると思うね。それ一つね、言いたかったね。それ二つね。彼が、やっぱり、殺しに行って、まだ終わってないで、俺も彼に、ちゃんと俺も審判大変だったら、俺ちゃんと入るから。もう殺しに行って、気にしないで殺しに行って、俺が入るからって言って、だから、彼が、大人、もっと強くならなきゃいけない言ってる間に、彼は、やっぱり私、育ってる選手のままにしたから、彼もコントロールとして、悪いというのは、もうちょっと経験して、頑張らないとダメだけど、若いから、もう3戦だけ、3試合目だから、いや、難しいんですよ。だから、悪いのはやっぱり、一番悪いのは俺だね。俺がその人たちするなら、早めに止めなくちゃいけないね。用意して、早く、もう相手ダメになるときに審判引っ張った瞬間に俺がリングに入ればよかった。はい。ただ言い訳あるとしたら、そのリングは4本あるからなかなか入りにくいんだった。早めに入ろうとしてやったらスリッパ1個なくなったし、もう、やっと入ったらもう2発入っちゃったから、遅いなと思った。一つちょっと言わせてもらっていいですか？普段はやっぱりレフェリーが一番早く止めるべきです。で、日本のレフェリーはやっぱり、多分和田レフェリーが多分一番体格が大きいかもしれないけど、やっぱり和田レフェリーでもズダリオ選手を止めることができなかったって僕に見えました。後ろから引っ張ってるんだけど、ズダリオ選手もやっぱり気づいてないところもちょっとあったのかなと思う。だって試合で6秒でしたっけ？8秒ですよ。8秒。早い。試合前はすごいテンション高いじゃないですか。で、トラッシュトークもやられてたから、ちょっとすごい熱い気持ちがあって、その上にゴングが鳴った瞬間に相手がこう攻撃してくるから、もうバーってびっくりしますよ。で、やばいと思って、もうバンバンバンにやっても多分気づかないよ。そのレフェリーが引っ張ってても。気づかないと思います。後ろからね。だから中に入ってこう押すと、やっぱり気づくけど、こう後ろから引っ張ってると、ただ、殺すぞっていうメンタルで入ってるから。最初の30秒は本当に相手から攻撃もらっても気づかない時もありますから。そうですね。ダメージ。気づかない時あるけど、誰か引っ張ってるのは、気づかないのは、あると思います。だからそれも、ね、それも話するべきね。試合組んで一番最初は、第一試合はプロレスラーだったよね。で、俺はちょっとライジン行ったら、相手の映像、ビデオ見るとプロレスの試合ですよ。それ見たら、5秒見て、榊原さんに向かって、これ意味ないです。見ても意味ないから、もう違う映像なければもう見なくてもいい。そうすると、もうプロレスラーで、強し経験取っていいかと思ったら、OK したんだけど、次ミノワね。ミノワマンは完全に格闘家だからね。プロレスもやってるけど、彼強いから、いい相手ちっちゃいけど、ミノワマンのジャイアントキラーだから、いや、いいんじゃないと思って、いい動きになってね、プロレスラーからミノワマンね。で、次は、もうずっとライズにお願いするのは、ちゃんとの格闘家欲しい。そしたら、榊原さんから電話来て、プロレスラー、また言って、それで最初、俺と少子が断ったんですよ。いや、ちゃんとした格闘家とやりたいから。それで、もう探せないって言って、榊原さんからお願い。もう一回、このプロレスラーとやって、勝ったら、ちゃんとの格闘家用意しますって言ってたね。
それで我慢した私たちに、ああ、もうしょうがない。いや、もうやりたくないけどしょうがない。だからやりたくないね。そしたら、俺の気持ちは、またプロレス出てくるのは格闘技舐めてるのか。プロレスじゃないよ、これ、みたいな感じの、もうずっと厳しい練習しながら、俺、基礎師にずっと言ってたね。このプロレスラー、格闘技リング上がるのは舐めてるから公開させよう。それも俺が悪いかもしれないけどね。だからそういう気が熱くなったね、それで。はい。そしたら、なんか、宮本選手が、まあ、ショーかセールスかわかんないんだけど、まあ、なんか相撲、まあ、少し一個のコメントが、相撲がもう格闘技リングは関係ないって言って、まあ、確かそうでしょ。相撲の技とかあんま使えないから。で、それ宮本が、そのことに対しては、なんか、あいつは相撲リスペクト、誇りがないな、みたいな感じで。それでまあまあ、ちょっとだけ悪気が始まっちゃって。そしたら一番大変だったのは、スダリオさんがもう相撲がダメになった時に自殺するつもりね。もう飛び入りつもりだ。本当飛び入りぐらいギリギリまで行っちゃったね。で、奥さんが止めて、もう奥さんもあなた飛び入りだ、あなたの後の俺飛び入りするとか、またそういうぐらいの深さになって、彼が第一試合の前のインタビューの時に、それ思い出して涙出たね。人生のまあまあすごい深いことで、宮本選手からかっちゃったね。泣き虫で言ってたね。まあ、スダリオ少子の強い点なんですか、まあ、泣き虫でしょ。みたいな感じで言っちゃって、やっぱりね、からかっても、プロレスだって何でもからかってもいいかもしれないけど、そういう深いところに、やっぱり格闘技の場合に、やっぱそういう悪口すると、まあ、ショーじゃないし、スポーツじゃないから、もう殺し合いになるよ、完全にね。なっちゃいますね。だからそういうところがもうだいぶね、もう少子に溜まって、で、俺のやり方は、自分の時もそうだけど、ハードトレーニングになってる時、少子が涙出て、もう倒れる時、もっとやれよ。もう、起き上がる時、誰のせいとわかるのこれ。宮本のせいだよ、これ。お前がこんなにやるの宮本のせい。もうお前早くやれよ、やれよ。そういう感じでもうトレーニングするんだ。私の場合は相手の写真がジムに貼って、辛い時にあれ向かって、もうこいつがムカつくな、みたいな、殺したみたいな気持ちで、ね。そういう育ちだし、それで、もっとすごい面白いのは、たまたまね、吉野試合は休憩の前ですよ。はいはい。で、ライジンのスタッフはミスで、試合全部グラブチェック、全部グラブはまっていくと、もうそろそろ入場の時に、すいません、20分休憩あるよって。それで休憩だけじゃなくて、朝倉海と榊原がなんかリング上がって喋ったじゃん。はい。じゃあそれ10分ぐらいかけて、あと10分だと思ったら、それからまたごめん、今から20分。で、しかも30分もかかったから、そこらでもうイライラしてね。だからまあ言い訳ならないんだけど、はい。それもまた溜まって、リングがあっても殺す気。最初の3ヶ月前から作ってる殺す気。からかった映像も、もう泣き虫に言われて、プロレスが格闘技舐めてるか、プラス、その30分待たすことがたまって、はい。もう殺す気になってるなのに、ゴンの前に行ってちゃったね。なるほどね。で、その後に、どうぞ、すいません。やっぱりね、格闘家として、もう、やっぱ相手殺しに来る怖さあるんで、はい。そしたら、相手がそこまで攻撃来るのは、やっぱり、もう、異常オンになっちゃうね、スイッチね。はい。そうですね。で、その上に試合がもう6秒で終わってしまったから、やっぱりその気持ちはまだ溜まってますね。溜まってる。まだ出し切ってないから、もっと出したいっていう気持ちは多分強かったと思います。
で、それはまあ、ズダリオ剛選手のサイドでしたね。彼のストーリーなんですけども、その後、沿線井上さんがリングに上がって、ズダリオ剛選手を止めようとして、そこから、まあ、映像、カメラがなんかふわってなんか変わったりして、ちょっとミスしたところもあると思うんですけれども、僕たちからの目線では、沿線井上さんがリングに上がって止めようとして、そこから何かが起こって、なんか乱闘が始まったんですけど、はい。それはどんなことでしたか？聞きたいです。いや、それは私がリングサイドから見て、剛の熱気で分かって、もう和田さんが止めてる。まあ、とりあえず和田さんね、試合前に和田さんと直接話して、だいぶ暑いから、相手が倒れたとしたら、もう用意してください。be ready ねって言った。be ready。もう絶対早く止めないと。分かった。まあちょっと舐めちゃったね、それ。で、試合後に和田さんから電話来たんだよ。遠征悪くない、調子悪くない、その気が大事だから、俺が悪かった。ほんとすみません。大きいとか俺が止めないというわけじゃなくて、俺がちゃんとのスタンス取れば止めれた。自分が中途半端のスタンスで倒れて止めなかった。で、まあ、和田さん、まあ、俺も謝った、和田さん。いや、俺もっと早く入ればよかった。彼が遠征悪くない。俺が悪かった。もっとちゃんとしますからって言って、で、それでやっぱりその注意もして、和田さんもまあ大変と分かって、俺は敏感だったね、試合の時。早く入りすぎと、四角くなっちゃうじゃん。はい、失格になりますね。でも、止めてる瞬間に早く入らないと、何発が入っちゃうかもしれない。はい。だから俺はずっと待ってて、止めることになったら、53歳で膝悪い、背中悪い、4本ある。一番早く入ったんですよ。で、それで私の一番目的は、少し止めること。その以外の理由がリング上がる理由ないです。はい。少し止めるため。で、そしたら少しついたら、和田さんも腰に巻いてたから、まあ、いろんな映像後で出てきたんだけど、それ見える俺がしっかり少しの腰巻いて、もうハグしたね。もういいよ、いいか。で、それで、いろんな角度が取れてないのは、後ろから、宮本のセコンド、内田さんが、少子のことがもう、押して攻撃したね。で、それがもう、この話続く前に、俺が言いたいのは、内田さん、悪くない。彼が自分の弟子がそうなってて、俺も多分同じことしたんだよ。ムカついて。はい。だからそれも分かって、俺が後ろから押されて、で、問題は彼がだいぶ大きいね。私と剛より全然大きいね。で、押した後に、まあ、右ストレート来るかどうか分からないんじゃない。はい。で、でかいやつから一発で大変な骨折になるから、剛が押した時に、見勝って、とりあえず私の頭の中に、守る。はい。だからちょっとだけ押して、もう守ると思って。そしたら、向かってきた。ちょっと守る、押したら、また自分のバランス取って、また来ようと思って、それで、もう大きいから力出して抑えないと。で、なんで首押すのは、首一番コントロールしやすいから。胸を押したら俺の手どかして、彼の体重で胸の押し方の抵抗できるし、首だったら難しいね。で、首掴んで、みんな分かってないのはそれだけと思ってるんだけど、一番最初の言葉は、私の弟子触るな、お前。お前、私の弟子触ると喧嘩になるよって、一応注意したね。はい。触るな。だから、俺の弟子、どんなやったっていうより、
私の仕事、やっぱり自分の弟子育って守る。うん。で、大きいと攻撃するのは触るな。だから注意したね。はい。それに対して反抗的な、これはこの野郎、ふざけんなよ、もう認めてないなと思って。うん。それで、まだそれで切れるというより、まだだって俺、一発も出してないね。切れてないよ。そしたら、それに対して私が次の、多分、どっかにマイクで聞こえると思うけど、これプロレスじゃないよって言ってた。これ格闘技リングだよ。こういうショーがダメだよ。みたいなこと言ってたね。それで彼が、関係ないよ、この野郎とか言って、それでもう俺が切れて関係ないか、じゃあ本気か。じゃああなた私と弟子が、もうやっつけるつもりでもうやりましょうよ、もうで。でもその時やっぱり家族と自分のこと守るモードになっちゃうとね、格闘技の評判とか、自分のどうやって見られちゃうとか。ちょっと待って。はい。I got a phone call. So, it's like, already, so what happened was, I was like, in this mode, like, ごめんなさい、英語に変わってしまった。ごめん。自分の家族を、守るモードになるとっていう話だったと思います。そうね。それで、そのモードになって、やっぱりもう、どういうことも関係なくなっちゃうね。はい。どうやって見られてる、俺が悪く見えるかどうか、どんな見られ方あっても、警察捕まっても、とりあえず一番大事は自分の弟子守ること。それで、ライジンの方が頭使って、俺のことをコントロールできなかったら、彼がリンから下がっちゃったね。リンから下がって、彼が、もう宮本の選手の方に行って、俺もそっちにまた行ったんですよ。で、言葉その時はっきり聞こえる。これ、ショーじゃないよ。ショーじゃないよ。これ、本当だよ。これ、本気か。で、いや、本気や、お前。いいよ。それで俺が、じゃあ本気なら後ろやろうよ。本当やるよ。じゃあもうこれ個人の問題か。本当やろうか。いいよ、後ろ来いよ、俺、この野郎って言われたからね。ガッツありますね。それで俺がもう、分かった。でもリングは上がっちゃったし、下がっちゃったし、もう俺と少子も大丈夫と思って、分かった。じゃあこれ終わったらもう会いに行くわと思って。それで、リング下がって、後ろ行って、すぐ探した。で、探したら、会った瞬間に彼が、ごめんなさい。で、それ俺が、またもう喧嘩っていうより、喧嘩だったらもう殴り合っ大丈夫です。OK。で、喧嘩だったら、会った瞬間しか見ないけど。喧嘩あったら、もう、会った瞬間に殴り合うよね。はい。でも、それでも喋ったんでしょ。二人にも、映像送った？見た？どの映像ですか？その、後ろ行った時の映像、あるんですよ。それは見てないです。ツイッターで写真は見ましたけど。後で送るね。もうそれでもなんか、あるのはみんな分かってないから、一応それ、多分カットですよね、これ。あることが、誰か撮っちゃったんだよ、後ろ行った時。で、あなたたちのために送りましたけどね。はい。そしたら、会った瞬間に殴るというより、確認したかった。お前、格闘技リング分かってるか？お前、プロレスじゃないよ。だから、格闘技リングリスペクトしてください。で言ったら、分かりました。勉強になりました。ごめんなさいって言ってて。で、それ確認できたら、もう分かった。それで、後説明は、いや、私の弟子座ると、もう、守ることになっちゃうよ。みたいな感じで、それで、終わったね。そしたら俺はちょっと後ろ行っていろいろ座って考えたら、いや、宮本さんがそこまでやられて、セコンドがそれ見ててやっぱり怒っちゃうよね。
逆に強しだったら、俺多分もっと攻撃したで、セコンド、相手は宮本に。まあ、宮本そんなに止めないで、そうやって、俺が絶対宮本完全タックルいったね。だ内田さんよりやっちゃうかもね。はい。だそれで、もっと冷静になって分かったら、もう一回言った。それで宮本さんにも言って、謝りに行った。少子止めなくてすいません。俺も本当にごめんなさい。謝ります。で、彼まだ格闘技やりますかで、もうやりますで、もしよかったらもう練習しましょうよ、みたいな感じになってて。はい。それで内田さんもあって、俺から内田さんに、あなたの気持ち分かって、あなたは悪くない。俺も謝ります、みたいな感じで、お互い謝ったんですよ。はい。それもみんな分かってないしね。そうですね。まあ、ちゃんと解決したということですよね。はい、はい、はい。そうね。で、解決したっていうのは自分から解決して、自分も謝りに行って、自分をまあ、だから問題になると、やっぱり、どんな悪くても、両サイドが勉強することあるよね。はい。まあね、だから、自分もそれも完全に認めるね。それ、もう自分も勉強なんで、もっとコントロールすればよかったね。なんか、守って、そこまでね、もう首を押したり、もう止めなくて、そのままにやっぱりちょっと冷静に。でも正直言うと、私人間だし、私もやっぱり根性の問題がもう若い頃からあったんですよ。ただ10年後ぐらい前と比べると、だいぶ良くなったよ、私。まあ、僕たち一般人から、見ると、ただ、ズダリオ選手じゃなくて、プロレスラーの方、内田さんは、ただ、ズダリオ選手を押しただけなのに、なんでそんな強いリアクションするのかって考えてる方もいると思うんですけれども、今の時代って、YouTube でこういうなんか喧嘩自慢とか、ストリートファイトだこうだっていう動画があるの。で、まあ展開でした僕はあなたを押す。で、あなたは僕を押す。で、それで喧嘩がエスカレートするっていうのがあるんですけど、本当の喧嘩は、本当一瞬に終わってしまうのがあるんです。UFC 僕たちかなり見てるんですけど、例えば、ジョン・ジョーンズと DC の記者会見で、もう本当に、あっという間で誰かパンチを当ててるの。あっという間に出ますね。ハビーブとコナー・マクグレガーとかも、本当に速いの。だから、内田さんがこう押した瞬間でもうパンチを当てる距離に入ってるっていうことです。だから危ない。で、エンセンはそれを理解して、エンセンさんはそれを理解して、もう危ないって入って、やっぱり押し返さないといけないじゃん。でも、内田さんがめっちゃでかいから、余計なんか危ないっていう気持ちがあって、そういう首を押すリアクションになったの。でもそれはまあやっぱりみんなに理解してほしい。ただ押したじゃんって思うんだけど、いや、そうでもないの。先ほどエンセンさんが言ったみたいに、これプロレスのリングじゃないっていうことは、やっぱりそういうふうに一瞬でもうパンチが出る。もう一瞬でのあれなので、やっぱりそれを理解してると、例えば自分のね、弟子、息子家族がそのピリピリしてる空間にいると、やっぱり早く決断しないといけないの、守るって。で、まあ、すごい理解しづらいかもしれないけど、こういう状況になるっていうのは良くないですけれども、でも間違いじゃないの、そういうリアクション取るのは。と思ってました。だからプロレスリングとは押して絶対殴らないよね。ただ格闘技リングのランと見ると、カビーブとか、もういろんなランともネイディエズとか、そういうなんかベルトンの時とか、押して始まってもう殴り合いになっちゃうね。だから格闘技リングとしては押すというのは次はパンチが来るだろうの感じだから、やっぱ大きい人間から用意してないの一発来ると、なんか骨折とかもう試合できなくなっちゃう可能性もあるし、
だからどんなね、悪く言われても、例えば私が、内田さんが後ろから押されて、そしたら、格闘技の評判考えて、あんまり興奮しない方がいいよ。向かって口だけやめろよでブロックすると、俺がブロックする間にあいつがでかいから、一発右ストレートが俺の間に入って、女子の顔に潰れて、こう断骨骨折になって、そっちの方が俺が後悔する。はい、自分の仕事。まあ、終始自分弟子っていうより息子ね。自分の息子を守ってないみたいな感じになっちゃうね。だから、まあ、better safe than sorry ね。そういうね。はい。まあ、もしかしたら内田さんが押すだけかもしれないんだけど、格闘技の感覚として押した後にパンチが来る可能性大きいから、はい、でかいやつからだったら思いっきり止まらないと。はい。で、止めてる間に、まず言葉で理解する。理解するんだったら、分かってる。弾ける。でも理解する間に、この野郎とか言って、もう理解してないか。攻撃来るかみたいな、もっとが上がっちゃう、ね。そうね。だからそれで、まあ残念ながらそういうちょっと、だいぶ悪く見えたんだけど、まあ最初認めるのは俺と剛が治るところ必要ね。良くなる前だから治すところある。はい。もっとコントロールするべき私たち。ただ、分かってほしいのは、もう家族を守ることが自分の命もかけて、もう殺されるなら先殺したいね。まあ、言い過ぎかもしれないんだけど、人間それぞれ性格違うから、例えば泥に行って5人ぐらい、胸押したら、1人がもう怖くて逃げるかもしれない。1人が、なんでびっくりしたので、ちょっとバックするかもしれない。1人が押し返すかもしれない。1人がそのままに一発するかもしれない。1人が逃げて、5人呼んでボコボコされるかもしれない。わかんない。だから、人それぞれがリアクション違うから、特にああいう熱くなってる状態、はい、どうなると、どんな反動を取るのわからないからね。自分も、それ聞かれたら、どうの反動を取るのわかんない私も本能になっちゃうね。なるほど。そうですね。だから、もう、残念ながら、なんか、ムサマサっていうのは YouTube チャンネルあるね。マサトとムサシ。はいはい。それ見てたら、一つはね、その二人が、とりあえずキックボクサーでしょ、二人。はい。総合格闘技、やったことない。全然違うだよ。パンチとキック、そこに K1、肘もできない。組みもできない。パンチとキックだけ、のルールで、それ比べると、踏みつき、サックボール蹴り、肘を落として、チョークも出て、も腕折っちゃって。はい。いや、武蔵が、佐藤武蔵が誰をもっとコントロールするべきというのは、二人が、総合格闘技の経験もないし、相手がどんな顔を踏みに来るとかするの分かってないしね。ちょっと言い過ぎだな。まあでも、まあ、二人がスポーツマンだったから、それが理解するね。もし彼の二人のもう理解するために、まあ、しょうがない。それはまあ当たってるところある。ただ、二人が、一個の映像だけ見て、一番最初出た映像が、俺がリンが上がってるところに、カメラがぐちゃぐちゃになってね。はいそうなってる。はい、そうなってました。また入ったら、俺が首をしてるね。それだけなんか二人が、その大きい場面で話するんだったら、自分の責任やっぱり、もっと調べるほかいい。で、他の映画、だって30分後いろんな映像出てきた。はい。で、それ見たら、武蔵が、正人が言うのは、セコンの仕事は、弟子が止めること、弟子がコントロールすること、一緒にリング入って、一緒に乱闘するのはわけわかんないって言われて、
ある時ね。はいはい。あなたの二人がめっちゃバカか、仕事し不足じゃない？だって、どう見ても俺が止めに行ったよ、最初。はい。で、コントロールできたところに攻撃行ったから守りに行っただけで。はい。はい。だそういうところがやっぱり俺が武蔵と正人にゆっくり話したいよね。はい。まあ本当に話したらね、わかりますもんね。今の絶対わかる。今日のストーリーも聞いて、ああ、そうだったんだなって僕も思いますもん。はい。なんか。二人が例えば他の映像まだ見てないんだったら、俺がそのミーティングの時、攻撃じゃなくて、怒ってるじゃなくて、もう勉強させてくださいみたいな感じで、あなた二人がすごいいい評判、俺が評判がもう不良みたいな評判だから、もっといい評判になるために、俺何すればよかったその時教えてください。それから話になってもいいね。なるほど。まあでもとても難しい状況だったのはね、これ理解できたと思います。はいはい。そうね。だから、この間、慶応に行ったよ、昨日。はい。昨日ありましたね。まさともそこ言いましたね。はい。そうですね。解説してます。で、俺が完全に、Twitter とか、Instagram とか、メッセージして話したい、二人。はい。で、タグもして、もう分かってるね。俺のこと会場に行って分かって、もう毎回ね、いるとき挨拶来るんですよ。今回来なかったね。で、俺が別にね、そのみんなの前に話しに行くのは、あんまりもう良くないし、彼仕事してるし。はい。だから俺がまあ話来るかなと思ったけど、来なかったね。でも、武蔵と正人、やっぱりね、プロフェッショナルとしてはね、それちょっと良くないなと思ってる。そうですね。まあ、そうですね。やっぱり。もうちょっとインフォメーションまとめてみてから、はい、意見が出した方がいいなと思って。はい。まあ僕もそう思います。やっぱり、みんな映像だけ見て自分の意見を語ってたので、この、まあ、エンセンのサイド、エンセンスのストーリーを聞いてないことで、やっぱり語ってるからね。まあそうですね。やっぱり映像を見て、なんか見えるじゃないですか。はい、実際起きたもの。はい。で、それはまあ事実なんですけれども、まあ、でもね、どうしてこんなことが起きたのとか、そこにもし俺がいたらどういう景色が見えたのかとか、何が起こり得たのかとか、これで収まったけど、違う一つミスだったらこういうことが起きたかもしれないっていうものを、まあそれも考えると、なんかあまり言えないんですよ。俺はこう思うって。だからまあ最初僕たちのリアクションはなんか、うわーまあこういうこともあるけど、どうなんでしょうねっていう感じだったと思うんですけど。いや最初見るとやりすぎやりすぎじゃないよね。まあ最初はなんかすごいってなってるんですけど、後からでも何と思えばいいんでしょうという感じになったんですよ。でもやっぱり今日話せて本当に嬉しいです。まあでもこんな説明してもね、一般の人を理解しないのはもう分かってるね。ちょっとはい多分それはありますね。はい。ただ俺が強く言うのは、どんな評判どんな見方されても、自分の一族、自分の弟子、怪我とか攻撃するとしたら、もう捕まえてもいい、殺されてもいい、守ります。そういう性格、私が。はい。それは認めない。それは引かない。自分の弟子守ることが、命かけて、本評判かけて。まあ、命かけていう評判大したことないじゃん。確かに。そうですよね。いいこと聞いた。まあでももっと今後から、やっぱりすだりをもうちょっと話して、ちょっともっとあなたも責任あるよ、もうちょっと早くコントロールしましょうよ。で、俺は先生として、やっぱりもっと早く、もう背中とかシーザー直して、リングに早く上のロープから飛べるような入り方して、早く止めなくちゃいけないね。だから、勉強いっぱいあるんですよ。俺もまだまだ根性が、
まだそのところから弱いんですよ。怒るとコントロールしにくいんですよ。認めます、それは。自分がそれ悪いね。そうですね。まあ、いろいろ聞けて、よかったです。本当に貴重な話を聞けた感じがします。あと、エンシンさんからなんか語りたいものがあれば、俺なんか宣伝するものがあれば、ぜひ。宣伝中より、みんな大好きな選手をこれからも作りますから、熱くて。で、たまにそういうミスもあるし、まあ基本的、熱くてみんな喜ぶするの激しい試合が、出すような選手が作るから、こういう時になると、すいませんで、みんな許してください。でも、応援してください。それだけね、格闘技がもっと燃え上がるように頑張りたいので。はい。やっぱりそういう熱い選手、いい試合、本当に激しい試合、エキサイティングな試合をするからね。特にね、熱い選手 VS 熱い選手でしたら、ね、実力のある2人でしたら、それはもうリングでもう爆発的な試合が出ますよね。まあ今更すごい愛されてる山本キッド選手もそうでしたもんね。すごい熱かったし、その乱闘事件もあったと思うんですけれども、最終的にみんなから愛されてる、レジェンドになったから、ズダリア選手もこれから楽しみにしてます。ちゃんといい男、ちゃんといい選手育ちますからよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。楽しみです。楽しみですね。今日は忙しい中ありがとうございました。本当にありがとうございました。いや、こちらこそ、一つは私の声が聞かせてもらってありがとうございました。あともう一つは大好きな格闘技、自分の人生がここまでやってくれた格闘技、あなたたちがプロモートしたり、本当それが感謝してます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。僕たちもエンセンさんの戦いとか、他の英語のポッドキャストもめちゃくちゃ聞いていて、本当にもう自分の人生で学ぶことも多いですし、本当に尊敬してます。嬉しい、それ。嬉しい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。Alright. Thank you so much for your time. Thank you so much. Oh, thank you guys for letting me explain and